皆さんこんにちは、みさとです。今日は島根県松江市に来ています。昨日山陽新幹線みずほで岡山から特急やくもで松江にやってきました。今回は朝ドラで話題の小泉八雲ゆかりの地松江を1日で巡ってみます。昨晩から宿泊のホテルルートイン松江から出発。近くには大橋川という川が流れています。この場所は松江駅から歩いて15分ほどの場所になります。私は昨晩はバスでホテル最寄りのバス停まで来ました。今回はホテルの前から小泉八雲バケバケのゆかりの地巡りをスタートです。まず最初に小泉八雲が日本に来て最初の宿の富田旅館跡、バケバケでは花田旅館となっています。富田旅館は後に現在の大橋館に事業継承されています。この大橋館の入り口にあるのがこの記念碑。大橋川を望む絶好のロケーションでした。次に訪れたのがこのすぐ近くの山口薬局朱屋。江戸時代の安永元年開業と伝えられている老舗の薬品商です。小泉八雲もドラマのヘブン先生もビアを所望してバケバケでは山橋薬膳でおときが買ってきますが、そのモデルとされているのがここ山口薬局朱屋だそうです。この画面左側に橋が見えています。これが松江大橋。ドラマでも頻繁に出てきます。東側が中海側で、こちらが宍道湖側です。宍道湖から中海へ流れる大橋川。この松江大橋を歩いていたらスマホの緊急速報が鳴り出してびっくりしました。が松江市の訓練でした。訓練だったので安心して旅を続けます。小泉八雲の著書に記されてバケバケにもその名が出てくる源助柱。その源助柱はこの辺かなと手を合わせます。対岸の橋のたもとに八軒家公園。現地の地図には源助公園とありましたが、そんな小さな公園があり、源助柱記念碑があります。その隣は昭和になって現在の松江大橋を建設中に事故死された深田義士の追悼記念碑です。小泉八雲が松江に最初に着いた岸はこの辺りでしょうか。源助公園の案内に源助柱は真ん中と書いてあったので拝み直します。松江大橋周辺散策を終えてバスに乗ります。このバスは松江駅で下車します。ちなみに今回松江でのバス乗車はタビオで予約した松江乗り手形という松江市営バスと観光ループバスのレイクラインが2日間乗り放題のスマホチケットを利用しています。松江駅のコインロッカーに大きな荷物を預けてバスに乗って次の目的地へ。松江駅から乗ったバスは八重垣神社行き。20分で八重垣神社バス停に到着。八重垣神社に参拝です。簡単な説明ですが、八重垣神社はスサノオノミコトが大和のオロチの生贄にされそうになった櫛灘姫を助け、大和のオロチを退治。大和のオロチから櫛灘姫の身を隠すために八重垣を作り、それが八重垣の森のこの神社ということです。そういうわけでスサノオノミコトと櫛灘姫はこの神社の主催人。この八重垣の森を小泉八雲は神秘の森と称したそうです。八重垣神社には先ほどの櫛灘姫が飲み水やお姿をお写しになられた鏡の池があります。この池はバケバケでも放送された縁結びの占いがあるので占ってみます。神社の社務所で占い用紙を購入。紙を池に浮かべて10円玉か100円玉を乗せます。水に浮かべると文字が浮かんできます。占いですね。なかなか沈みそうで沈みません。ドラマのように沈め沈め沈めと心の中で祈りました。
そしてやっと沈みました。15分ぐらいでした。15分以内だと両円が早くて、30分以上かかると円が遅いそうです。近くで沈むと身近な人、遠くで沈むと遠方の人と結ばれると言われています。ちなみにこの八重垣神社は2005年まで京都、大阪から出雲市間を走っていた夜行快速ムーンライト八重垣の列車名のもと、この神社から名付けられています。次のバスまで参拝者休憩所で一休み。松江駅方面のバスが来ました。今回は松江駅ではありません。朝方通った松江大橋を渡ります。国宝松江城県庁前というバス停で降りました。ここからしばらく歩きます。バスを降りたら見えているのが松江城。島根県の県庁も見えています。松江城の堀の近くを歩きます。なお、今回は時間の都合で松江城には行きません。行きたかったのですけどね。こうして歩いた先に宇賀橋がありました。手すりは木製。橋床はコンクリートではなくて石でしょうね。この橋はバケバケのオープニング曲が流れている時のロケ地です。オープニングでヘブン先生とおときちゃんがここを渡っています。ちなみに古い橋に見えますが、豪雨災害で昭和48年に架け替えられたものだそうです。またしばらく堀端を歩いて着いたのが小泉八雲記念館。説明不要かと思いますが、小泉八雲と妻説に関する展示が豊富です。入ってみたら展示室の撮影は禁止でした。まあでも撮影できたとしてもこれからのドラマのネタバレになりますから動画には載せられないですね。映っているのはここでいただいたものです。見て思ったのは簡単に言うとドラマバケバケは史実にかなり近いんだなと思いました。私自身にも今後のドラマのネタバレになりますから今回はある程度流してみました。記念館の横にあるのが小泉八雲旧居。こちらは撮影可能でした。江戸時代後期とされる武家屋敷は私が幼少の頃住んでいた家の雰囲気にも近く懐かしい気もしました。もっともうちの家は武家屋敷ではありませんが、この庭は小泉八雲が大層お気に入りだったようですね。こちら側には南側の庭。ドラマのオープニング曲のロケに使われていたものも分かりました。こうして小泉八雲急遽訪れた後は昼食です。神尾そばさんで出雲そば、山菜割り子そばにしました。ちなみに行列に並んだら私の前の方で最後ですと聞こえましたが、なんとかもう一人私の分まで大丈夫と言われて安心しました。そばがなくなったらその日の営業は終了らしいです。すごくラッキーでした。おそばの方は申し分なく美味しい。映ってないけどそば湯も良かったです。ごちそうさまでした。そばのお昼の後はバスで移動です。小泉八雲記念館前のバス停からレイクラインのバスに乗車。このバスは観光ループバスというだけあって運転手さんの案内放送が流れます。お茶屋さんでは2階で人気なお蕎麦屋さんもございます。5分ほどバスに乗って月照寺前で下車しました。受付はここではなくずっと奥にありました。先ほどの小泉記念館急遽でもそうでしたが、バスのフリー切符提示で割引になりました。月照寺は100円引きで600円でした。境内を歩きます。結構広いです。月照寺は松江藩の歴代藩主松平家の初代から9代までの墓所があります。こちらは7代松平春里公のご病所。春里公は茶人の不昧公として知られています。確かバケバケのロケで織尾さんとヘブン先生が最初に会ったのがこの不昧公の墓所。階段を上がる織尾さんにヘブン先生が手を差し伸べた場所でした。
そして月照寺といえば大亀です。夜になると町へ降りて行き、人々を食らったという大亀。そこで住職が大きな石を置いて大亀を動けないようにしたとか。ドラマ本編のロケ地でもあり、オープニングにも映っています。大亀のお参りは合掌して一礼し、大亀の頭を優しく撫でて長寿を願うのが習わしだそうです。受付があった書院の中にも入りました。奥にある庭園がまた素晴らしい。ここで和菓子付きのお抹茶をいただけたのですが、時間の都合で断念。月照寺を後にしまして、月照寺のすぐ南側にある清光院へ。ここ清光院はドラマのロケは滋賀県の別の場所なのですが、松江の清光院はここになります。この辺りに松風の血の跡があったらしいのですが、訪れた時は気がつきませんでした。私の他にお墓の掃除をされている方が一人、ひっそり静かなお寺でした。こうして清光院訪問を終えまして、再びレイクラインのバスに乗ります。運転手さんの放送でバスのつり革に一つだけハートの形のつり革があると聞いて見ると目の前にありました。清光院で1時間取っていましたが、早く済んでしまったので松江宍道湖温泉駅でバスを途中下車しました。ここは市場田電鉄の終点駅です。駅にはわけわけが表紙の島根県の観光案内があったのでいただきます。今回は入っていませんが、駅前には足湯がありました。散策して歩き疲れた足を癒すのに良さそうです。売店に足湯用のタオルも売っていました。そしてまたレイクラインのバスに乗車。宍道湖が見えてきました。宍道湖の案内放送も流れています。宍道湖は周囲47キロ、我が国7番目の湖です。途中の宍道湖大橋北詰のバス停で降ります。実はこの後、宍道湖の南にある嫁ヶ島夕日公園に行くのですが、このバスの次の便からでないと立ち寄らないので、乗り換えできるギリギリのバス停で降りたのでした。このバス停は付近はマンションと公園があるといったところでした。30分後に次のレイクラインバスに乗ります。宍道湖大橋を渡ると夕日が見れました。これが見たくて時間調整しました。車窓、右手にご覧いただけます船、お分かりになるでしょうか。あちらの船は宍道湖遊覧船白鳥号です。本日の夕日鑑賞便となります。そして嫁ヶ島夕日公園で下車。ちょうど日没の時間でした。右に浮かぶ小さな島が嫁ヶ島です。近くには袖師地蔵がありました。潮流の関係で水難者がここに流れ着くということで祀られているそうです。一日松江を旅してきて、締めくくりにふさわしい風景に巡り合いました。こちらは近くにある島根県立美術館のロビー。ここのロビーからもサンセットタイムが楽しめそうです。ここからレイクラインか市営バスで駅に戻るつもりでしたが、松江駅まで歩くことにしました。歩いても15分ほどで行けると検索で出てました。真夏なら迷わずバスにしますが、11月の下旬で冷え込み出す時間で歩きにはちょうどいいと思って歩きました。本当に15分ほどで松江駅に到着。駅構内で駅弁を買ってシャミネ松江でお土産を買いました。松江駅のお土産屋さんでもサンライズのトラベルセットがありました。こうして帰りの特急やくも30号に乗車。この列車は岡山行き最終のやくも号です。帰りのやくも号の車内で先ほど購入の駅弁の夕飯をいただきました。駅弁の容器が高級和菓子の立派な箱のようでした。中にはエビや宍道湖のしじみなどが入っていました。美味しかったです。2時間36分のやくも号の旅はあっという間。岡山からはのぞみ272号、
名古屋行きの最終ののぞみ号です。今回は全泊しての松江旅でしたが、時間に余裕があるなら2日間かけて巡りたいですね。でも今回の小泉八雲とバケバケ巡りの旅としては十分楽しめたかと思います。2日間あれば松江城と欲張ればもう少し足を伸ばして出雲大社にも立ち寄れそうな気がします。無事に新大阪駅に到着。大阪駅を経由して鶴橋から近鉄で帰りました。ということで今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。